さあ下りここまで来ても今日は雲に隠れ多分見えねえのが山頂だと思うんだよな。やっぱ遠くから見たいね。ここもブレーキギュッと効くね。でもエンジンブレーキがそこまで全く効かんわけじゃないで、意外とこういう道なら下りなら全然大丈夫だな。オフロードコースいいな、楽しそうだな。右へ左へブレーキングからのぎゅーっとブレーキかけて曲がります。ゆっくり曲がりますよ。現在300キロ超えました。トータル今のところ満足しております。 ADV150 から CRF に乗り換えた時のようなめっちゃ楽しいギアチェンジのしながら走るの楽しいっていう感覚はないけど、でも十分満足しております。でまあ不満点はこのサスペンションガツガツっていうこれだけだな。ここは県道256号か。どうですかフォルタでのこういった道は。この辺はそんな路面でこぼこなってねえで快適ですよ。御嶽港前回の動画ではエンジン音はほとんど聞こえないとか静かですとか言っとったけど、今こうやってねこう道を走ってるとね、街中とは違ってエンジン音までちゃんと聞こえるな。優しいエンジン音が。おっ猿猿が危ない猿に気を取られとった猿さんがおった。でもあんま近づくと危ねえでな。シールドオープン。シールドオープンして、でもスクリーン上まで上げても多少眉毛のあたりに風は当たるな。でもだいぶシャットアウトできとるな、顔に当たる風は。こう下げるとメット内に空気がきます。ちょっとシールド閉めとこう。ここはもう岐阜県なんだ。岐阜県高山市になった。へえ、そうなんだ。あれそうか、御嶽が遠目に見えるところってもっと手前なんだ。361号の手前なんだ。しもうたな、通り過ぎてしもうたよ。まあ行ったところで雲かかっとるで今一つだったかな。ほら来たね。
スキー場かなんか違うんか。これ冬は営業しとるんかな。おお、なんか開けたよ。虫が潰れてちょっと汚くなってるけど、ここはなんだ。この山は何なんだろう。わからん。こっち左が御嶽、右は何だろう。右は乗鞍か。向こうも雲かかっちゃってるけど、あれ前来た時あれ多分見とるはずだけど、雲に隠れとったんかな。まあ残念ながら山頂部分はね、雲に隠れちゃって感じでございますが、さっきの景色見れただけでちょっと満足じゃないけど、こちらに来た甲斐があったって感じか。もっとね、天気がいい時に来た方がいいな。夏の晴れ間が続いた時にまた来るのもいいかもね。その時は高速を使って時間短縮を図りたいな。さすがに下道片道4時間は結構遠い。さあここからちょっとねカーブが続きます。さすがにオンロードタイヤで、おお、ここもちょっと景色広がる。 CRA に比べれば安心感があるな。ガチッとしっかり食いついてる感じがする。おお、ここも見えますよ。山はどこの山か分かりません。おそらく乗鞍、違うかも。この液晶にレンジでいいんかな。あとどんだけ走れますよっていう表示が331キロって出とるんだけど、絶対こんなにもいかんよな。合わせると440、今の走行距離と合わせると442キロ走れることになっちゃう。そんなに持つわけねえよ。今アベレージが 36.5 だって、 36.5×11 か。それでも400キロ、どういうこっちゃねこの数値は。でもスクーターだからといってあれはなんかやっぱでも昔のスクーターよりは全然こういった道も走りやすくなっとるんかな。すごいね、 CRF からの乗り換えなのにめちゃめちゃ乗りやすいっすよ。なんだろうな、この
こういった道でも不安はない。運転のしにくさはないな。運転のしにくさなんていうか、もうちょっとね、なんかこういう山道には向いてないんじゃないかなと思ったけども、意外や意外楽しく走れます。あまりペースは上げないように、それでも楽しいです。こうね、曲がる、加速減速曲がる、これが気持ちいいよ。いやいやいや、これ CRF から乗り換えてこういった楽しみがなくなるかなと思ったけど、全然大丈夫だ。これ十分に楽しめますわ。これそんなにペースを上げて走るわけじゃないんで、僕は十分こういった道もまだでもこれね、アクセルガバッと開けてねえんでね、そんなじわでもないんだけど、軽くグイッと開けとるだけなんでね、もうちょっとガバッとスロットルの回路をもうちょっと大きくすると力強い加速があるんじゃないかと期待しております。そんなね、急激な加速はしへんけどね、今のところそういう操作もしてないけど、でも今ちょっとグッと上げてみたけど、そのシフトダウンからのズーンっていうほどではないけどいいかも。今5500ぐらいまで回した。ちょっと回してみるか。5000。おお、十分出ますよ。ちょっと回転もうちょっと上げてもいい感じ。これグー、ただあんまスピード出してぶつかるとあれなんで、これ5500まで行ってみるか。もうちょっと多分もう回してもいいけどな、もう少し回せれたら。あまり5000にこだわってもね、鳴らし運転なんで徐々に回転を上げる必要もあるでしょう。しかし今ここは回転を上げて走るようなところではないが、ここちょっと開けた。また去る。これはいい加速するぜ。十分なかなかの気持ちのいい加速しますよ。あれ途中トイレあったと思ったんだけどな、もっと先なのかな。ほんと U ターンは楽になったな。私の下手なクラッチ操作じゃ怖かったで。よし、行きますか。日本一の溶岩流、馬の倉滝。日本一の溶岩流だそうです。
いやー楽しいですよこれ、この切り返し。滑らかスムーズ。もう快適でございます。のんびりただただ走ってるだけだけど、いいね。十分フォルツァ、こういった道も楽しめます。ふわっとめっちゃ飛ばしとる。なんでみんなそんなスピード出せるんだよ。怖えよ。事故のないように、そして楽しく気持ちよく走れんとな。今日一日乗った感想といたしましては、ぐいっとスロットルを開けて加速してみましたが、まあ十分です。気持ちいいです。これは嘘偽りなく、路面の凸凹、ここでガツガツっとくるのはちょっともうどうしようもないですね。これだけだな欠点、今のところ。この電動スクリーンはね優秀だし、ちょっと寒いなと、風が当たって寒いなと思ったら電動スクリーン上げて、ちょっと暑くなってきたなと思ったら、あったかくなってきたなと思ったら電動スクリーンをね少し下げてね調整してやると風の当たり具合変わるんでね、いいんじゃないでしょうか。あとは今日は右足が痛くなったな。これはねちょっとね時期に慣れる感じだと思う。このポジションに慣れてしまえばね足の痛さはなくなるはず。燃費はねとりあえず最初の給油で燃費計算してみたらリッター33キロ、メーター表示は35キロちょい表示してたんだけど、だいたい33キロちょい燃費が。で今燃費のアベレージは39キロ、メーターの表示はね。まあ今日一日乗って楽しかったって感じです。気持ちよく走れました。ということで今日はこの辺で終わりましょうかね。